皆さんこんにちは。ジェームスのティータイムへようこそ。今日は外国人の私がうまく発音できない日本語について話したいと思います。今年の9月にイギリスに帰ってきたんですが、その前に1年間日本の大学に交換留学しました。そして留学中、たくさんの日本人と仲良くなれて、その日本人の友達に日本語の発音は日本人と変わらないとか、外国人の周りが全くないとかっていうようなことをよく言われていました。日本生まれ育ちかハーフかとたまに思われるぐらいでした。でも、そんな私でも苦労してた日本語の発音がたくさんあったんですし、今でも難しすぎると思う発音がちょっとはあります。外国人が普通苦労する発音としてよく挙げられるのが長音と促音です。というのは、カタカナで書くと伸ばし棒が入っている単語や小さいつが入っている単語ですね。例えば、長音だったら、スーパーがスパになったり、コーヒーがコヒになったりします。促音だったら、学校が学校みたいに発音されます。まあ、これは割と有名だと思います。しかし、当たり前なことで申し訳ないんですけど、外国人の母語によって難しいと感じる発音が変わってきます。その長音と促音が難しいと感じる外国人が多いと思いますが、多くは中国人や韓国人などのアジアの言語を母語とする人だと思います。理由は、この長音と促音がそれらの言語に本当にないかららしいですね。でも、私の母語は英語です。まあ、もっと詳しく言うと、イギリス英語の南西弁なんですけど、日本語と全く同じ音じゃなくても、長音と促音に似ている音は一応あります。例えば、小さいつが入る促音なんですが、イギリスの方言の多くでは、t を発音しないというのが有名ですよね。例えば、有名な例で言うと、まあ、これを言うのがイギリス人としてちょっと痛いんですけど、イギリス人がペットボトルのことを bottle of water という人がいるんですよね。まあ、それがちょっと強調した例なんですけど、でも、まあ、あります。でも、発音しないというより、本当は音を出すのを喉で一瞬止めるという感じで、そうすることでその文字を表しているっていう感覚です。なので、そこに似てるのではないかと思います。でですね、私の方言、南西弁、英語では West Country Accent と言うんですけど、その方言では、t を発音しないだけでなく、k も同じ感じで、こう、そこみたいになるんですよね。例えば、ありがとうの意味の、英語の thank you なんですけど、地元の方言ではこれを fine ということがあります。これがちょっと文字起こしが難しそうですね。あるいは、こっちの方が多いかなと思うんですけど、地元では思うっていう意味の英語の think という動詞をあんまり使わないんですが、その代わりに reckon という言葉をいつも使ってますね。でも、それが reckon ではなく reckon みたいに発音します。例えば、What you reckon はよく言いますね。でも、とにかく大事なのが日本語の底音に似ていることです。そして、詳しくは説明しませんが、超に似てる音も一応あります。それでなのかよくわかりませんが、私は日本語を勉強してた時、超音と即音であんまり苦労しませんでした。しかし、かといって日本語の発音が全部簡単でした。というわけでは、もちろんありません。英語が母語の私が苦労してた発音を、これからご紹介したいと思います。まず、私が一番苦労してたのは日本語のラ行です。多くの日本人は英語の R と L の区別がつかなかったり、発音できないんですよね。なぜなら英語の R と L の音が日本語に、ないからですね。でも、逆に言うと日本語のラ行は英語の R と L の中間のような音なので、英語には
ない音ですね。L のように発音したら、ラリルレロになるし、R のように発音したら、ラリルレロになるし、どっちもちょっと違いますね。だから今は普通に発音できると思いますが、日本語を勉強し始めたとき、この自分にとって新しい音を学ぶのが本当に難しかったです。まあ、その下手な発音でも一応伝わるかもしれないんですけど、聞き取りにくいし、私は完璧な発音に結構こだわっていました。そして、ラ行が一つだけで来るならまだいいんですけど、日本語って連続のラ行の音が入っている言葉が多すぎます。例えば、食べられるとか、受け身系の多くがそうですよね。これはマジでろれつが回らなかった。だから一人でバカみたいに何回もラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ、食べられる、食べられる、食べられるなどと発音の練習をしてもどかしい思いをしてました。でもそれだけでなく英語話者にとってさらに難解なのが量と流です。英語には本当にない発音です。そして日本語の熟語のは、この音が特に多いです。私は忘れただけかもしれないんですが、量と流の発音で、そんなに苦労してた明確な覚えがありませんが、イギリス人の友達の日本語などを聞いて、やっぱり難しいなと思うんですよね。あと、私は量という仲のいい友達がいるんですけど、よく会うから両親と話すときよくこの量という人が話に出てくるんですね。でも日本語ができないからしょうがないんですけど、両親が彼の名前マジで発音できないんですよ。毎回 real みたいに言います。そしてその発音が英語でのロバの鳴き声である EO みたいに聞こえて、毎回いやロバじゃないからって突っ込んでいます。でもやっぱりそれでも言えないんですよね。余談なんですけど、だから熊野プーさんのロバのキャラを日本語でも言いようと言うんですよね。ロバの鳴き声ですから。子供向けのストーリーですから単純ですよね。すいません。そんなのいらない情報でしたね。ただのうんちくとしか何の役にも立たないんですね。日本人は自然にできるから意識している人が少ないと思いますが、日本語に複数のうんの発音があります。例で説明するのが一番わかりやすいと思います。東京の地名の新橋のうんは英語の M に似ている音です。だから英語表記が新橋ですね。それに対して反対のうんは英語の N に似ている音です。反対って言わないんですよね。このようにひらがなのうんが実は複数の音を表すんですけど、どっちも英語にある音だから、英語話者にとって一見簡単そうに見えます。しかし、音が複数あるのに文字が一つしかないので、それに騙されて、私は日本語を勉強してた時、そのことに気づきませんでした。それで、今は大丈夫だと思いますが、私の発音がいろいろと変になっていたと思います。失敗談を話します。私は1年生の時、つまり3年前なんですが、このうんというひらがなに複数の音があることがわからなくて、その音の区別ができませんでした。その時の私は多少日本語の間違いがあっても、日本語ができていて、日常会話ぐらいなら、できるというぐらいの日本語能力を有していた。そして日本人もそこまで意識していないぐらいなので、普通は運の発音の区別ができなくて、特に意思疎通ができない時とかはありませんでした。しかし、一回ですね、日本人の友達と会って、5人ぐらいいたんですけど、私だけが日本人じゃなかったんですね。そして、なぜなのかよく覚えてないんですけど、結婚や婚約についてみんなで話していたんですね。多分、日本とイギリスの結婚式の違いとか、
を話していたんでしょうね。まあ、そのようにちょっと真面目寄りの話をしてました。で、私はそれについて話していて、婚約のことを分からず、こんにゃくと言ってしまったんです。そしたら、みんなに大爆笑された。何回も婚約のことをこんにゃくと言って、みんながその笑いをこらえていたのかわからないんですけど、急に理由もわからず笑い出されて、すっごく恥ずかしかったんですね。え、そんな面白いことを言ってるつもりじゃないですけど。みたいな感じでびっくりして、笑いが終わるまで待って聞いてみたら、やっぱりこの運の音が区別できなくて、婚約ではなく、こんにゃくと言っていたんですね。それで初めて運に複数の音があることに気づいて、もう覚醒したみたいにそれを意識するようになったんですね。ラリルレロの時と同じように、二度とそれで笑われないように壁に向かって真面目にこんにゃく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 みたいな、変な感じで発音の練習をしてました。日本語の発音って意外と難しいんですよね。日本語はイントネーションによって不自然に聞こえるだけでなく、単語の意味が変わる場合もあります。地方によって何が正しいとされるかが変わると思いますが、標準語で言うと、例えば、雨、雨とか、橋、橋があります。正確に言えてるかどうかちょっとわからないんですけどね。この現象は正確にイントネーションではなく肯定アクセントというんですが、これは今でも正直めちゃめちゃ難しいと感じます。日本語何年も勉強してこのように喋れても今でも絶対間違えることがあると思います。例えば、箸と橋、どっちがどっちなのか覚えるのが本当に大変です。そして今まで何回も何回もどっちがどっちなのか調べているのに毎回忘れてしまうんですね。人によっては、いやーそんな細かいところ気にしなくてもいいんじゃないと思う人もいると思います。そして実際そうかもしれませんね。でも私は完璧主義者の性格なのかよくわからないんですが、その考え方の理屈が、分かっていてもできません。しかしですね、最近はちょっとは気にしなくなったと思います。留学中に日本語学という授業を取っていたんですが、日本語に特化した言語学という感じの授業でした。そして先生がものすごく頭いい方で、何を話しても、例えばめっちゃ地味なことを話していても、すごく興味深く感じていました。それでその授業が結構好きでした。で、その授業で先生が日本語の肯定アクセントについて少し説明してくれたんですが、地方によって違うことも説明して、実は日本に肯定アクセントのない、その区別がつかないところもあるらしいですね。例えば、茨城、栃木、福島などの一部がそうらしいです。そのため、私がもし将来日本に住んでいて、どうしても肯定アクセントが難しすぎて、本当に嫌ってなったら、それらの地域に引っ越せばいいという話ですよね。ちょっと大げさに言ってるんですけど、やっぱり私もそんなに気にしなくてもいいんだなって、それを学んだ時少しは考えるようになりました。はい。というわけで、今日は外国人が発音できない日本語についてお話ししました。いやー、改めて思いますけど、日本語って本当に奥が深いんですよね。一つで笑いが生まれるなんてなかなかないんじゃないですか。もしこの動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画も見てみてください。感想もコメント欄で教えてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。